はい、それではガンノートをスタートしていきたいと思います。今日のゲストは武田さんです。よろしくお願いしよろしくお願いします。ます。皆さんよろしくお願いします。はい。早速なんですけれども、ちょっとガンノートや、紹介などさせていただければと思っております。私ですね、MC の岸田と申しまして、今日ですね、MC をさせていただくんですけど、25歳と27歳の時に肺細胞腫瘍という、珍しい癌に罹患をいたしました。その経験から、今、ガンノート代表理事をしているんですけれども、ガンノートっていうのがですね、がん経験者へのインタビューを、ユーモアを交えながら、お届けするような、そんな、番組となっております。で、医療情報は医療者の方に聞いたらいろいろ教えてくれるんですけど、それ以外の情報ですね。家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、育児など、そういった医療じゃない部分、プライベート、生活の部分っていったところにフォーカスしてお届けをしていくというのがガンノートの特徴でございます。はい。なので、医療情報などが、もっと必要っていうことであれば、主治医の方だったり、そういった方にですね、ちょっとお伺いしてもらえたら嬉しいなということを思っています。はい。そんな中でなんですけど、今日のゲストですね。はい。ご出演いただきますのは武田さんとなります。武田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。武田さん、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか？はい。私ですね、兵庫県の神戸出身でして、今現在は長野県の、松本市っていうところに住んでます。で、家族は妻と息子っていうことで、仕事は今会社員をしております。で、趣味の方はですね、ここに書いてます通り、旅行であったりとか、キャンプとか、温泉を巡ったりとか、そういった、ことが趣味です。で、私の病気としてはですね、脳腫瘍、悪性脳腫瘍のですね、膠芽腫、グリオブラストーマっていう病気なんですが、それの IDH ワイルドタイプっていう野生型っていうことで、いわゆるステージっていうようなことで表現すると、グレード4という非常に、予後が厳しい病気で、49歳の時に、告知を受けまして、その後、抗がん剤を使った薬物療法と、IMRT と放射線療法をしまして、現在3ヶ月に1回ですね、造影の MRI を、して経過を、観察中というところになります。よろしくお願いしまはい、す。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと、えっと、前半のところで恐縮なんですけれども、武田さんのそのご趣味って言ったところは、旅やキャンプ、温泉巡り、キャンプなどについてまた後でもお話しいただけるのかなと思うんですけど、温泉巡り、温泉って結構ね、僕も好きだったりするんですけど、おすすめの温泉ってどこが武田さん的におすすめだったりしますか？そうですね。長野県ですと、今住んでるのはちょっと松本市っていうところなんで、そこから比較的近いところっていうところになると、乗鞍のところの温泉であったりとか、あと、見えますかね、白骨温泉っていう、えっと、ああとこ聞いたろですね。ことある。ええ。とか、結構硫黄の匂いがすごく体に染み込むぐらい。だから T シャツとか、翌日の T シャツとか硫黄の匂いがするっていうような感じで、すごくなんか効いてるっていう感じの温泉なんで、そういったところへえ。に巡ってますね。はい。ああ、そういった温泉ね、といったところも、はい、いろんな様々な、長野県以外にも様々に行かれてっていったところがあるかなと思うんですけれども、今回ね、脳腫瘍ということで、僕あんまり聞かないです。この、膠芽腫 IDH 野生型、これってどういう方なんですか？型っていうか、膠芽種の中でちょっと、細かく見たら IDH 野生型ワイルドタイプっていうタイプなんですけど、そもそもその膠芽種っていう病気、その悪性脳腫瘍の中でも、性細胞腫とか、何種類か、で、だいたい150種類ぐらい、脳腫瘍っていう種類があるんですけども、その中でも、グレード4っていう、非常に予後が悪くて、だいたい1年過ぎから1年半以内にはほとんどの患者さんが亡くなってしまうっていう、非常に厳しい病気になります。で、実際私の仲間も、私より後で罹患された方が、先に亡くなってしまうとかいうケースもあったりとか、いうこともある病気ですね。はい。へえ、そうなんですね。ありがとうございます。そのね、竹作さんがどういうふうにがんを告知されて、そして今に至るのか、お話を聞いていくんですが、ここからですね、ちょっとお話は個人の経験談でございまして、治療方法出てきますけれども、あくまでも武田さんがご実施された、また皆さんが見られている時にはまたね、標準療法など変わられているかもしれませんので、詳細の
病気とか、そういった治療法については主治医の方にご相談いただければと思っております。はい。そんな中でですね、ペーシェントジャーニー、これからお伺いしていくんですけれども、感情の浮き沈みっていったところを、上がハッピー、下が、アンハッピーみたいな形で、ちょっと表現させていただいたりだとか、吹き出しでですね、このような形となっておりますので、こちらね、また見ていっていただければと思います。早速なんですけれども、武田さんのペーシェントジャーニーはこちらになります。武田さんのですね、だんだん上がってはくるんですけど、最初の方でどんと下がってきてといったところでお伺いをしていければと思いますが、まずはじめに、仕事やボランティア活動をされていっていたといったところで、どんな仕事やどんなボランティア活動をされていたんですか？お仕事は会社員ですよね？そうですね。はい。うんうん。もうそれはあれですか、デスクワークとかですか？それともなんか営業みたいな形で出ていく感じなのか、どうなんでしょう？営業ではないんですけど、外に出ていくっていうことも、あったりとか、あとは、企画管理とかの、事務系のスタッフ職として今やってます。はい。はい。で、ボランティア活動ってどんなボランティアをされていたんですか？ボランティアはですね、子供が、ボーイスカウトをやり始めた時に、自分もまた一緒についていったりとか、してですね、やってた内容っていうのは、ボーイスカウトっていう、ボランティア活動ですね。ああ、ボーイスカウトか。そういろいろキャンプとか、自然と親しむっていうか、そういった感じのああ、活動ですね。はい。いいですね。そんな中でですね、はい。会社の健康診断で MRI を受けられていくということなんですけど、健康診断で MRI って受けることあるんですね。そう、普通はないと思うんですけど、たまたまうちの会社の方ですね、40歳以上だったかな。5年に1回に限り、脳ドックを受ける権利があって、へで、え。その時に脳ドックで、普通の、MRI を受けたっていう感じです。その時、全然頭痛がするとか全くそんなのなくて、至って健康な状態で、何も出ないだろうと思って、MRI を、うんうんうん受けたっうん。ていう感じですね。はい。受けられていったということですね。はい。だから、この時にの、の MRI を受けられていった結果、どうなっていくのかと申し上げますと、どんと、眼告知受けていくって、いきなり眼告知受けられるんですか？その MRI 受けて。ですね、最初は検診センターの方から、うん。ちょっとお伝えしたいことがあるので、その系列っていうか、付随するその病院の脳神経外科の方にうん。来てもらえませんかっていうようなことを、電話でお伝えいただいたんですけど、なんかすごくなんかこう、なんていうんですか、どもってるっていうか、言いたいことがあるのにはっきり言えないっていう看護師さんの電話だったんですよ。で、いやもうそれ正直どういうことですかっていうことで聞いて、すごく戸惑ってらっしゃったんですけど、実はちょっとすごい大変なことの病気になっているみたいに見受けられるので、正式に脳神経外科医の外科に、外来に来ていただいて、ちゃんと先生の方からお伝えをさせてくださいっていう感じで言われましたね。はい。ほう。で、それでその先生のところに向かわれていって、告知を受けられていくんですかね？そうですね。さようですね。はい。うーん。その時にその主治医の先生からのこの説明っていうのは、ここで治療方針といろいろこう話し合っていった、そんな感じですか？そうですね。がんの、病気自体がこういう病気ですよっていうことと、具体的な治療法に関してはその後だったと思うんですけども、治療に関してこういう手段がありますっていうような説明を受けたっていう感じですね。で、うん。先生自身もちょっと正直、この僕のその膠芽腫っていう病気に関してはすごく、相当予後が厳しいので、すごくこう、僕のメンタルを気遣いながらも聞いてきたりと告知をされたんですけども、僕はもう結構、腹くくってたというか、覚悟してたんで、落ち着いても全て言ってくださいみたいな感じで、画像を見ながら説明を受けた。はあ。もう結構そのね、腹くくってたとおっしゃってますけど、結構なんかあたふたしなかったですか？がん告知を受ける時とか、そういったタイミングでは。もう出てしまった結果は、受け止めるしかないかなっていう感じで、それでこう、
不安になっても、まあ不安にならないことはないんだけど、まあそれをまあ淡々と、粛々と受けていく。もともと、あれなんです、武田さんってそういうご性格なんですか？なんかあってもこう、動じず。じゃないですね。ええ。だから決断は結構早いです、いろいろ。だから、うだうだ考えずにもう、自分の直感をある程度こう、なんていうんですか、信じて。信じて突っ込んでいくってえ感じですね。はい。そしてまあね、気を使いながら、あまり良くない癌ですよって言ったところで、脳腫瘍ですよっていうところで、治療方針の相談があったっていうことをお伺いしましたけど、ここからなんかあれですか、手術していきましょうとか、そういう、なんか、治療方針とかっていうのはあったんですか？ですね、まあ、手術はちょっと、部位的にもちょっと厳しいっていうか、だからまあ他の施設に行くか、っていうことは言われたんですけど、あとまあ放射線の治療の方針であったりとか、まあ、抗がん剤を使うとか、まあ、いわゆる一般的な標準治療っていうのはこういうものがあって、っていうような紹介を受けて、まあそれはまあ最終ご自身でどういう選択をされるかっていうのは、まあ、いろいろと他の先生のセカンドオピニオンを受けてみたらどうですかねっていう感じでやりました。はい。セカンドオピニオン受けてみたらどうですかねって言われて、セカンドオピニオンここから受けていかれるんでしょうか？ですね、僕はそのセカンドオピニオンはすごく先生勧めてくれたんですよ。セカンドオピニオンっていうのは患者の権利だから、これは患者としてそれを行使した方がいいよって、主治医に遠慮とかそんなのは全く必要がなくて、どういった治療がいいのかっていうのは自分でいろんなところで聞いてみて、納得をして治療に入った方がいいっていうことを先生がすごくおっしゃっていただいたんですけど、まあ正直僕もまあ病気をその画像とか見たときとか、まあ病気のことある程度まあ調べたりとかしたときに、まあこれはちょっとまあもともと高画質ってこのスピードが速いんですよね。広がっていくスピードが。後でちょっとまたお話しますけど、両側に広がってしまうバタフライのような形になったりとかするスピードがすごい速いんで、僕はもう一か八かで、もう治療を急ぐことを優先したっていう感じで、もうセカンドオピニオンはもう受けずに、進められた治療を、で、もう向き合うしかないかなっていう感じで入ったって感じで、もう、スピード重視でそれ決められていった。そんな中でですね、スピード重視なのか、左指の血管腫の手術ということで、これは、癌と関係が、癌とは直接関係なかったんですけど、この指がこう、途中こう、曲がらなくなって、ここは跡ついてるかもわからないですけど、こう、縫った跡があるかもわからないですけど、要は、血管腫がこう、できて、こう、膨らんで、こう、ピタッつかなかったです。こういう感じまでしかいかなくて。で、そこをまあ、取る手術をしたんですけど、ただまあ、その手術をするときも、あれですよね、全身の、まあ、その腫瘍が何なのかっていうのを調べるんで、全身を MRI 取って、まあ、脳に腫瘍があることも分かったでしょうけど、まあ、これ自体はちょっと、受けたのが、まあ、脳腫瘍で受けた、施設と、まあ、この指の手術はまた別の施設でやってたんで。だからまあ、これ自体は脳腫瘍とは関係なかったですけど。関係なかったですね。ただもう、先に手術の予定が入ったから先にやったみたいな、そんな感じですか？もうそこは決まってたんで、はい。そうなんですね。それは、まあ、先に、まあ、決まってたんでやってっていう感じなんですね。そうですね。脳腫瘍とこれは関係ないですけど、まあ、手術をしていってっていうことですね。だから、赤色のポジティブなんですね。よかった。はい。で、まあ、無事、その血管腫が取れたんですかね。大丈夫でしたでしょうか。はい。それはまあ、大丈夫でした。はい。はい。で、そこの中で下がっていきますが、ボーイスカウト中に意識を喪失されていくっていうことで、あれまだ治療に始まらないんですね。そうですね。はい。その血管腫の手術が終わって、翌日に、その夏のイベントがありまして、一般の方にそのボーイスカウト活動を、まあ、紹介するような機会で、まあ、展示会っていうか、自然の中でそういうやってる活動を紹介するところがあった、タイミングがあったんですけど、その時に準備をしている時に、
夏のクソ暑い中、こう準備をしているときにですね、うんうん。まあ、痙攣が起きまして、えで、もう、全身がこう痙攣するような形で、痙攣が起きて、意識を消失したっていうことなんですよ。で、実はこの脳腫瘍ができたときに、その脳外科の先生から、画像を見て3センチぐらいの、もう腫瘍になってたんで、この大きさで痙攣とか経験したことないかってずっと言われてたんですよね、実は。いや、全然なんか大丈夫ですって言って、あ、そうっていう感じで言ってたら、本当に痙攣が起きまして、あ、これが先生がおっしゃってた痙攣ってやつかって、脳の中がなんかうわーってこう、なんていうか、電波がこう飛びまくるっていうか、最初そういう感じでうわーってなって、で、うわーって言ってる間に、こう、意識が、で、こう、ボイスカードの仲間がわーって集まってきてくれてる中で、こう、意識が消失して起きたらもう病院のベッドだったっていう感じですね。うわー、なんか、ただあれですね、なんか一人でいるときじゃなくてよかったですね、なんか。そうなんですよ。これ一人でいるときベッドに寝てたら、そのまま一人でちょっと行っちゃったかもわからないですよねっていう。いや本当ー、みんなが見てる前で、倒れて、すぐ救急車呼んでくれて、まあ、スタッフの中にも医療者がいたんで、処置にいろいろしてくれて、すごく、ついてたっていうか、そのみんなのいるんで。そうですよね。なかなかね、まあ、そんな、ね、まあ、本当に不幸中の幸いというか、そこで意識が失われていって、まあ、病院で目が覚め、そんな中でこの生検の手術をされていくということで、生検ってあれですよね、検査のための手術ってことですか？そうですね。脳を、まあ、最初はこう先頭って言って、こう、刺して、まあ、組織を取ってきてっていうまあ、1時間ぐらいの手術になると思うんですけど、そうする。で、実はそのボイス活動の活動するとき、してると、1週間後にその生検手術をやるっていうことは決まってたんですけど、もうそのタイミングで、実は、もうちょっと控えて行動してればよかったんですけど、全然そこまで全然脳にこう意識、なんていうんですか、頭痛がするとかそういうの全くなかったんで、普通に活動しちゃって、で、その週末に予定してた生検手術まで、救急車で運ばれてから、その場で、まあそこに入院してたっていう感じですね。ああ、そうなんですね。じゃあ運ばれてもすぐやらないんですね。ちゃんと予定通りやったんですね、生検手術。そうですね。はい。ね、で、生検手術、生検手術をして取ってきて、ようやくそれで組織を見て、脳腫瘍の詳しいことが分かっていくって感じなんですかそうでね。すね。はい。で、それはもうがん告知の時と変わらずでした？がんに関しては。やっぱりっていうか、まあ、ほぼほぼ、まあ、確定診断っていう形になるんで、まあ、組織を取って、まあ、病理の先生、病理が判断して、高賀種ですっていう感じですね。で、改めてね、高賀種ですって分かっていく中で、その後、復職と書いてありますが、あれじゃあこの時お仕事は、なんかこう、痙攣されてからお休みされてたとかですかね？ですね、要は、要は救急車で運ばれてから、生検手術の時までもちろん入院してますよね。で、生検手術が終わって、その後、まあ、生検のこの傷が、落ち着いてきた段階で、無謀にも復職してます。ほう。ってことは、まあ、数週間お休みされて戻っていったって感じですかね？そうですね。経験は1週間ちょっとかな。10日も経ってなかったと思うんですけど。で、だけして、まあ、その後治療は始まるんですけど、入院じゃなくて外来で。だからもう、別に仕事が好きなわけでもなんでもないんですけど、まあ、なんていうんですか、まだどうせ休まないといけないとかいうこともあるんだったら、まあ、っていう感じで、そこで、まあ、強引に、先生もそこまで無理しなくていいんじゃないって言われたんですけど、まあ、自分の勝手な判断で、まあ、会社には了解もらってますけど、まあ、復職をしたと
たっていう感じなんですね。はい。そんな復職をされていった中で、先ほどね、外来で治療ということもありましたが、放射線とか、薬物療法をされていくということで、放射線 IMRT、これ普通の放射線とは違うんですか？そうですね。これ最近は結構多いと思うんですけど、うん。IMRT っていう強度変調放射線療法って言って、うーそのん。部位をあの、うんうん。ぼあの、をピンポイントではないんですけど、うん。そこに集中させて、放射放射線を当てるっていう、全脳照射っていうのは全体に当てるっていう感じなんですけど、この IMRT っていうのはその主要の部位のところに絞って、他のところのうん。線量、放射線の線量を下げて、そこの部位のところに特に強く当てるっていう、強度変調放射線療法っていうのが IMRT なんですけど、それを外うんうん。来ツインで30日間、連続で、土日は休みですけど、行くっていう、外来でやりましたね。はい。外来でやって、そして薬物療法もこれは、これはもうあれですか、注射なのか、それとも点滴なのかとかそういうので言うとああ、どうなんでしょう？これはですね、注射剤もあるんですけども、一般的な経口剤うん。でテミゾロミドっていう、うんうんうん。薬を、1週間、28日サイクルのタームで、そのうち5日間連続して飲んで、休薬して、23日休薬してっていうのを繰り返していくっていう感じの薬ですね。これどれぐらいされるんですか？それを。僕は実は2年弱やったんですけど、うわ、そんなに。ええ、実はこれ、診療報酬の縛りで、一応、ずっと続けることはできるんですけど、専門の施設とかだと、だいたい1年から2年弱ぐらいっていうのが多い。結構うん。金額お目が飛び出しますけど、はい。お、そうですね。結構いきますね。うわ。そんな、この中でなんですけど、ちょっとあの、当時の、治療の時というか、どういう風に治療をされていったのかっていった、どこまで使用がね、広がってっていったところに関しては、実はね、武田さんからお写真をいただいておりますので、ちょっとそれを見ていただきたいなと思います。はい、こちら、お写真となります。ちょっと、これが、ご説明いただいてもいいでしょうか？はい。真ん中のところは、造影の MRI の画像なんですけど、左からですね、環状弾、水平弾、野状弾って3種類があると思うんですけど、この赤い丸がついてるところですね。この赤いのですね。はい。そうですね。そこが、要は、ところの中にあるこの白い部分。はいはいはい、これです。これが、その脳腫瘍の部位で、結構真ん中の奥の方にあったっていう感じなんですよね。で、ちょっとふざけてるって思われるかもわからないですけど、野菜でとか果物とかで、どの部位ですよっていう、とか、お書いてるんですけお。ど、要は、切った後は、ブロッコリーのこの水色の線が入ってるところですね。うんうんうん真ん中うん。脳幹イメージしてもらっていいと思うんですけど、あのそんなはいはいはい、これね。感じで切って、そうですね。っていう感じです。その白い白いピンポン、3センチ弱、3センチぐらいの大きさのものが、脳腫瘍でうーすね。はい。ん。このトマトはどういうことですか？これ。トマトは、上の絵から照らすと、左のその、深さです。うん。深さっていうか、その辺ですよです。スイカも真ん中の方の、そういうところの、うえーん。感じでちょっと表現したんですけどね。で、脳の画像っていうのは左と右逆に映るんで、だから僕は左の、部位が主要なんですけど、この画像で見ると、脳の写真って全部そうなんですけど、右なんですよ。ああ、確かにだから確かに。そこはちょっと知っといても損ではないかなとうんうんうん。思います。はい。この左側が、ここに部位に癌があっはい。たよってことですか？こっちの真ん中のやつは何ですか？これは。それも、あと、水平弾っていうこの真ん中、輪切りにしたときに、上から見たときに、ちょうどああ。という感じです。そういうだから、ことですね。そうですね。うん。ごめんなさい。一番左の感情弾っていうのは、こういう感じ、縦にズバッてね。頭を切ったときに見えるうん。あ、感じ。
そういうはい。ことか。はい。で、真ん中はうん。バサッとこう切って上から見たときの。はい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 で、はい。野上なんていうのは、こうバサッと切って、こっち側からこうやって見たらこう見えますよっていう感じですね。ああ、そういううん。ことか。同じ実際部位。的に、まあ、どうん。の、見ると、まあ、わかるっていう感じですね。あ、そういうことですね。はい。切っている断そうですね。面が、こう、それそう。ぞれ違うっはい。てことなんですね。はいはい。はいはいはい。で、ちょっと真ん中の図見てもらったら、ちょっと黒い部分があると思うんですけど、真ん中空間みたいな。はい、そこに空間。髄液が流れてるんですけど、ちょうど髄液が流れるところの、ところに薄い壁があって、そこを突き破っちゃうと、もう脊髄の方にずっとがん細胞が散っちゃって、え、全身に全身というかもう、脳だけじゃなくて、まあ、全部に色が減ってしまうっていう。だからたまたま髄液のところの薄い皮で、うんうんギうん。リギリ破れずに、まあ、見つけてっていうう感じだと思う。そこーん。突き破ってたら多分、もうちょっと進んでて、突き破っうーてたら、もう脊ん。髄の方にずっと散っていくっていう感じで、まあ、見つけたタイミングもたまたまギリギリだったと思うんでうんうん。すけどね。うん、そんな感じです。そっか、そういうことですね。うん。そっか。ちなみに、今のちょっとお写真の中にありました、なんか豆腐みたいなのがはいはいはい。写ってたんですけど、あ、これはどういあ、うことなんでしょう？それを説明するときにですね、まあ、他のとこでも使ってたんですけど、要は、豆腐をですね、すくうときって、切れ目のとこって、ぐしゃぐしゃ、豆腐って柔らかいから、まあ、脳をイうんうメージしてもらっんたらいいと思うんですけど、くしゃくしゃっていう感じで、スパって綺麗に取れないですよね。例えば、いいだけを取ってくるとかっていう感じじゃなくて、要は、脳を余計なところは切ってしまうけど、必要なところは残さないといけない。それがすごいうんうん。脳の手術って難しいんですよね。例えばイメージ、皆さん考えてもらったらわかると思うんですけど、砂場に水をまいて、濡れたところをきれいに取ってこいって言われても、その境目って取れないじゃないですか、きれいに。取れないですね。うん。うん。だから物理的にも結構、だから脳腫瘍とかの取るところも、ちょっと広めに取りたいけど、取りすぎてもダメだしっていうような感じの、そのギリギリの線をどこで引くかっていうのが、すごく先生方苦労されると思うんですよね。だはあ。から脳腫瘍っていうのは、そういうところで手術先生らが戦ってるっていうこ上のこれはと。はい。生検とかで切ったところのお写あ、そうですね、そ真ですか？うです。そう。最初、整形の時は、針で刺して、数センチの、ところの大きさで行く予定だったんですけど、多分ちょっと出血してしまって、結局ちょっと広げて、ちゃんと見ないとダメになっちゃったんで、結局ちょっと、当初予定してたよりもちょっと切除部位が広がってしまったっていうう感じですね。はい。ーん。だからその整形の時に全部腫瘍を取るっていうわけではなかったってことですよね。そうですね。まあ、多分その位置が結構奥の方じゃないですか。手前の方だったおお、らね、確かに。う比ん較的取りうんうん。やすいと思うんですけど、結構ど真ん中っていう感じ。頭蓋底ではないけども、まあ、ど真ん中っていう感じで、まあ、施設のやっぱりいろんな方針であったり、経験であったりとか、いろいろあるので、まあ、手術であれば、ちょっと他の施設を紹介しますっていうような感じで。うーうん。ん。確かにちょっと奥だから、それ取りに行くのもなかなか大変ですよそうですね。ね。いいね。いやあ、ありがとうございます。そういった中でね、治療を先ほどおっしゃっていただいたように、されていくといったところで、その中で、だから、手術で取っていくっていうんじゃなくて、放射線と薬物療法をされていった。ここに関してはね、また後でもちょっとお伺いをしていきたいなと思います。その後ですね、はい、ご家族や親戚がお見舞いに来てくれてっていったところが、入院中、入院してないか。そうか、治療中の中での、結構良かった時ですかね。そうですね。僕今地方に住んでて、全国転勤してる身なんで、いろんなとこ住んでいるんですけど、もともと、親戚であったり家族であったりは、関西の方にいるんで、救急車で運ばれた時もさすがにすぐに近所にいるわけじゃなかったんで、来れなかった。結構親も高齢になってきてるんで、なかなかすぐにっていうのはいかなかったんですけど、だいぶ落ち着いた段階で、ちょっと見舞いに来てくれて。で、正直
まだこのタイミングだと、その治療が始まっているとはいえ、結構が、まあそういう治療をしても結構予後が相当厳しいっていう感じだったんで、まあ正直、今後のこととか、この自分がいなくなったこととかを、まあ、いろいろと相談したり伝えたりとかするタイミングでもあったんですけどね。うん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 。うんうんうん。そんな、まあね、離れてたね、こう、身内の方たちがこう見舞いに来てくれて嬉しかったよっていうところからちょっと下がっていきますが、これが2年間運転できないと説明を受けるっていうことで、運転できなくなっていくんですか？そうなんですよね。実は要は、痙攣発作を起こして意識消失をするった段階で、まあ、道路交通法の中でもそうなんですけど、要は2年間は完全に、運転ができないっていうへえ。感じで、まあ実際世の中見てると、その運転中に痙攣発作を起こして大変な大事故を起こしてるってあるじゃないですか。うん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 だから、まあそういうのもあって、まあ2年間は医師の観察のもと、その痙攣発作を起こさない治療を、まあしつつ、痙攣を防止する薬を飲みつつ、2年間痙攣が起きてなくて、これで大丈夫だっていう、ことを言われるまでは運転ができないっていう。で、地方に住んでるので、車がないとなかなか不便っていうのもあって、ちょっと大変だなっていう感じになりました。そっか、そんな中で、ちょっとね、車ないと不便ですよね、地方だと。そうですね。そっか、それでまあ下がってるってことですよね。で、その下がっている中でちょっと上がっていきますが、IMRT 終了ということで、まあ、通われていって、で、そこが終わっていった中で、次は、造影の MRI 検査。ほう。これは、まあ、今もやってるんですけど、まあ、要は、結果がどうなっていくかっていうことで、一応ですね、IMRT ってすぐではなかったですけど、しばらくして、画像上でもその仕様がこう、収縮していってるっていうのが、まあ、確認できたっていうことですね。よかった。就職していって。じゃあ、これで結構、じゃあ結果出たってことですか？治療の。まあ、再発のリスクはもちろんあるんですけど、とりあえず、よく薬も、まあ、それなりに、薬が反応したのか、まあ、放射線は明らかに反応してると思うんですけど、一応、収縮はしたっていう感じですね。はい。じゃあ、収縮したイコール、画像上は見えなくなったっていう感じ画で。像上は、まあそうですね、見えない。残痕みたいなのが残ってるけど、これは残痕なのか、まあ、その放射線当てられた、後の画像なのかっていうのは、実際開けてみないと、まあね。わからないんで、まあそこはまあ、おそらく消失したんじゃないかっていうような感じですけど。じゃあ今それで経過を見られているってことなんですね。はい。よかった。そこからですね、ちょっと上がっていきます。奥様が無運転免許証を取得されて、そっか、運転ができないから。そうですね。家に車があっても、誰も運転できないっていう感じになるんで、嫁が、まあ、もともと運転免許取るつもりはなかったんですけど、やっぱり、まあ、たちまちいろいろ困ってくるから、まあ、できるだけこう、車が運転できる環境を作った方が、まあ、今後のことを考えるとということで、まあ、結果的に僕も運転できるようになってるんですけど、まあ、そういうことも踏まえて、っていうことですね。それなりの年齢にもかかわらず、そこから始めて運転免許にトライをしたって。すごい。いや、素晴らしい。やっぱ、こうやって、まあ、やっぱね、ないとね、こう、いろんなことで必要ですからね、車はね。そうですね。地方は特に必要かと。確かに確かに。だから、病院通うのもだって、車ないとですもんね。ですね、病院もこれ僕ついてたんですけど、勤務先からですね、徒歩10分なんですよ。ほう。病院が。だからその外来を、連続して行ったのも、結局昼休み中に、テクテク
歩いて行って、で、その決まった時間に準備してくれてて、で、昼休みに全部会計も終わらせて、1時間で帰ってこれたから、長期で休まずに済んだっていう、まあ、恵まれてたというか、運が良かったっていうか。会社には公共交通機関で行けるんですね。あ、そうですね。は、バスとかで行けます。はい。はい。で、よかったです。そんな中、温泉巡りをされたりだとかっていうことで、温泉巡り、これさっき言った趣味が温泉巡りっていう温泉巡り。まあ、もともと温泉巡り結構好きだったんですけど、途中でですね、指から腕の上腕の、使用の体側の上腕がこう、痺れる。ずっと痺れてるわけじゃないんですけど、軽くずっと痺れてるっていうのが続いて、で、それ原因はよくわからないんですけど、少ないけども、その抗がん剤による末梢神経っていうのはないことはない薬だったんで、それが原因かなと思って、でもこれ一生これまたずっとそんなの続くんかなと思って、すごい不安やったんですけど、それは結局、どうしようかなと思って、で、いろいろと、長野温泉も多いですから、温泉に使って、ぼーっとしてて、そしたら、自然に消えていってくれたっていう感じですね。そういう温泉巡って、リフレッシュしながら、時間経過とともにももう、治っていったって感じですかね。そうですね。本当はあれですよ、正座した時に痺れるピリピリ感あるじゃないですか。あれの、もうちょっとレベルは低いんだけど、ああいう感じのがこう、上腕のこの辺に来て、なんかそう不快な、感じ。そうか、今はもう大丈夫なんですかね。全然大丈夫です、大丈夫です。今大丈夫。あ、よかったよ。はい。そんな中で、コロナ禍で在宅ワークに入っていき、なのでこれでね、外にも出なくて良くなって、そうですね。で、そして次はお寺巡りをされていくということで、これも、あれですか、なんかこう趣味の中でみたいな感じなんですか？趣味っていうか、なんですか、治療はそれなりの科学的な、標準的な治療をしっかりまずやる。で、あとのメンタルのところって、やっぱり人間って本当、なんていうか、神さんに頼ったりとか、仏さんに頼ったりとか、そういうがん封じのお寺があると言えば、そこに行ってみたりとか、お札があると行ってみたりとか、そんな感じで、気持ちを整えるのとか、もうあって、長野だったら善光寺だったりとか、そんなとこも含めて、お願いをしてたっていう。ね、様々なね、がん封じのお守りとかね、あるお寺いっぱいありますもんね。はい。そんな中で、患者会に参加されたりだとか、学会にも参加されていく。結構あれですね、アクティブにがんの活動をこの時ぐらいからされるんですね。そうですね。やっぱりね、膠芽腫ってやっぱり10万人に数人ぐらいなんですよね。まず、罹患率。で、それの生存率、大体、本当1年半ぐらいでもほぼ7、8割はなくなってしまうケースがちょっと多くて。で、その中で、宝くじに当たるようなもんですね。まず、膠芽腫になるっていうのもすごい確率10万人に数人だから、希少がんなんで、それで当たる。かつ、なんとか生存できているっていうことは、やっぱりなんか役割があるんじゃないかなと思って、で、やっぱりその患者会とかに関わっていく中で仲間を増やして、いろんな情報も得つつ、同じ仲間のために何かができたらなと思って。で、これは脳腫瘍の患者会に参加されていったりだとか、あと学会は、日本がん治療学会だとか、そういったいろんな学会を、これはやっぱ学ぼうと思ってですか？学ぼうというのと仲間を作って、いろんながん種の人のその活動を知って、どういったとか、希少がんだったら希少がん同士の活動でつながったら、そういろいろと、できることも増えてくると思うんで、そういったこともあって、活動をしてました。はい。で、活動して、最終的には今、希少がんのイベントなどでも登壇されているというふうな感じなんですね。そうですね。
最後は最近ですとRCJ っていうリアキャンサージャパンっていう希少がんネットワーク、これね、YouTube とかでも、検索してもらったらわかると思うんですけど、そこで悪性脳腫瘍の患者として、経験談を登壇したっていう、国立がんセンターの、研修棟の方でさせていただいたんですけど、その中で、自分の今もやってますけど、振り返り、自分の罹患してからの振り返りがもうできたし、すごく、僕個人的にもすごく良かったなと。いや、そういったね、やっぱ発信っていうか自分のね、講演とか、作る上でね、いろんな整理されますもんね。はい。今回もね、ペーシェントジャーニーを作っていただく上でね、いろいろ整理していただいたと思いますけれども、はい。ここからですね、各項目に分けて、ちょっと武田さんにお伺いをしていきたいなということを思っております。まず一つ目が、病院や治療の選択といったところになります。今ね、シェアードディシジョンメイキング、SDM と呼ばれて、今までは、インフォームドコンセント、医師から説明を受けてそれに同意するっていうことでしたけれどもね、今の時代は医師から説明を受けるだけじゃなくて一緒に考えていくっていう風な形で、治療方針を決定していく時代かと思いますけれども、どうでした治療方針については、先ほどもね、お話しいただいた方、病院の、どこの病院にしようとか、そういったセカンドオピニオンを受けないっていう風なところもあったと思いますけれども、まず病院に関しては、会社の健康診断から診断された病院でずっと治療も受けられていくっていう感じですかね。そうですね。結果的にそうなってます。はい。で、セカンドオピニオンも提案されたけれども、それよりも治療の、速さっていったところを優先して、その病院に受けられていったってことですよね。はい。そっか。で、その中で、治療方針なんですけれども、やっぱ自分なりに調べたりだとか、こうしたいとか、そういったところってなかったですか？膠芽腫って多分皆さんも調べられると、もうわーっていう感じの病気だと思うんですよね。で、その中で、やれることはやらないといけないと思ってたんで、いわゆるその一般的な、標準治療っていうのを、ガイドラインとかああいうのを見て、ネットで、公開されてますから、そういったものを見て、あと、国がんの情報サイトとか、一般的に知られているものを含めてですね、見て、で、治療を、選択したっていう感じですかね。じゃあそういう、信頼できる、サイトとかそういったところを見て、自分なりにこれで行こうっていったところで、先生から提案された治療もそのままやられていくっていう認識で合ってますかね？そうですね。はい。はい。そんな中でですね、はい。副作用や後遺症のことなんですけれども、治療していく中で放射線だったりとかね、抗がん剤だったりとか、様々されていった中で、これは大変やった副作用やなとか、この後遺症、さっきね、末梢神経障害もありましたけれども、この後遺症、大変だったなっていうと、何か思い出すもありますか？副作用っていうのは、抗がん剤飲んだ時に、やっぱりムカムカ感っていうのが、やっぱりすごく出る。あと、便秘が、出るんですよね。で、ただ僕、もともとそんなに、便秘症っていうか、どっちかというと緩いタイプなんで、ちょうどっていうか、いう感じで。便秘の問題は逆に、なかったんですけど。最近は、ただ、副作用は制度剤を使えば、結構抑えれるのは抑えれるかなっていうのは思うんですけど、制度剤を使わずに、やろうとすると、結構もう、っていう感じで来て、ムカムカってきて、もう吐きそうっていうのはあったんです。でもそれはちゃんと、薬をちゃんと使えば、防ぎやすいかなと思うんですけど。ただ、人によってやっぱり同じ薬飲んでてもやっぱり出る、あれはちょっと若干違う。経験の話を聞いてでも違うっていうのはあると思います。そっか。この中で一応そのね、脳の中を放射線とか当てたりだとか、いろいろあると思うんですけど、
ご自身の機能的になんかこれの機能が低下したとか、そういったところはないんですかね？そうですね。僕の場合はそんなに出なかったですけど、でも記憶の中にあるのは、退院して数日間はやっぱりね、音に対して敏感であったりとかあと光に対してちょっと敏感になったりとか、例えばショッピングモールとかに行って、ご飯食べてる時の周りの雑音というか雑踏の音が、脳をうわーっていう感じでへえ。出たケースはある。ただでもそれはもう、1週間もすれば、僕の場合は消えていってますけど、中にまだそういうの続く人がいたりとかいうのは、患者間仲間とかでも聞いてたらあるのはある。そういうこともあるんですね。けど亡くなっていて何よりです、それは。はい。今なんかあれですか、武田さん、やっていく中で、なんか、気になる、残っている後遺症とか、そういったところは特段大丈夫ですかね？それはないですね。よかったよかった。ありがとうございます。はい。そして、じゃあ次にですね、この家族やパートナーのこと、ご家族の話、先ほどね、奥様が免許取られてっていう風な、免許取られてっていう風なお話ありましたけれども、家族にどうやって伝えましたか？ですね、病気が病気の病気、あれなんで、正直に伝えましたね。いわゆる膠芽腫っていう病気がどういう病気であって、で、その、その最初の頃は、おそらく1年ちょっとぐらいでは、多分、旅立つだろうなっていうのが、ちょっと自分の中にも正直あって、で、今後どう自分が旅立った後にも困らないために、整理しておくべきこととか、ちょっとピックアップしたりしました。で、やっぱり家族も、子供がまだ当時小学生だって、この子の中学校卒業だったりとか、そういう大人の顔になっていく顔を見れないかもなっていうのはすごく寂しかったし、辛かったなっていうのはありますね。そっか。なんか家族からこういう言葉がけがあってとか、こういう態度があって嬉しかったよ、もしくは悲しかったよっていうのはあったりとかしますか？悲しかったっていうのはないですけど、受け止めてくれて、なるようにしかならんっていうか、なるようになるから、そこを淡々とやっていこうっていう気持ちで支えてくれたのはすごく感謝。だから、そうですね。だから、準備も含めて、何かがあっても困らないようにっていうことを、ちょっと逆に前向きにっていうか、そういうふうに考えて取り組む。で、治療は治療で、やれることはやるっていう感じで。そっか、ありがとうございます。先ほどお話にありました。子供のことなんですけれども、お子さんが小学生だったんですかね、その時は。当時、小学校5年生かな。5年生。お子さんにも、包み隠さずそのままお話ししたんですか？そうですね。子供の理解力っていうのはどの程度か、その辺はちょっとわからないですけど、もうちょっと軽い病気だったら、もうちょっと軽く伝えたりとかしようと思ったんですけど、膠芽腫っていう、病気だけに、これはちょっともう正直に包み隠さず、すべてを話すしかないかなって。後で言ってくれなかったとかっていうことがないように。で、脳症の患者さんって結構進んでいくと人格が変わってしまうっていうのもやっぱりあるんですよね。それはなんでかっていうと脳の障害が出てきて、いろいろと認知症みたいな感じで進んでいくっていう。だからやはり一般の眼種の人ともちょっと違うところは、やっぱり脳がいろいろと変化していくと、やっぱり人が変わっていくっていうかね、そういったことも起きるって、伝えれるタイミングで伝えるべきことはちゃんと伝えておかないと、多分、ダメだろうなって自分で思って。その時に伝えたんじゃ多分、結構、
辛いっていうかね、難しいだろうなっていうのがあって、正直に伝えようとしました。その時の反応とかいかがでしたか？まあ、彼も当時そのボーイスカウトの活動に参加している途中で、親がこう、痙攣を発作をして意識を喪失していく場面を見て、多分動揺してたらしいんですけど。まあ、それ見てるわけですね。救急車に運ばれていくっていう。そっか。まずそこで多分すごい衝撃を受けたと思うんですけど。で、まあ、で、その病気はこうだったっていうところで、実はこういう病気で、こう、予後っていう言い方はしないですけど、まあ、もしかしたら1年以内には亡くなるかもしれないっていうことで、癌とはこういう病気であってっていうのを伝えたっていう。ずっと涙こらえて聞いてますけど。いや、そうですよね。そっか、倒れた、その場にいたんだったらすごい衝撃だったでしょうね。もう、今はもう普通にされている感じですかね。今、全然問題ないです。全然問題なく。育児の面に関しては奥様が、こう、治療中とかは。もう、そうですね。そっか、ボーイスカウトはそれ以降行けたんですか？どうなんでしょう？そっから、実はこの3月で、とりあえず1回辞めてるんですけど、まあ、それまではずっと、なんていうんですか、ボーイスカウトの仲間が自分を助けてくれたと思ってたんで、ずっと、それまでは続けて活動して。そうなんですね。続けて活動されたんですね、その中で。今は、逆に、その患者会とか、いろんな活動がすごく忙しくなってきたんで、だから、そういう大人を支えるっていうか、その子供たちを支えることから、今はちょっと、そういった同じ仲間とか、支えるような活動をしようかなと思って。いいですね。そっか、ありがとうございます。そんな中でですね、仕事のこと、お仕事をさっき職場から徒歩10分のところでね、通院されていったって素晴らしいロケーションなんですけど、職場に癌のことをどのタイミングで伝えてどうだったのかっていうところだったりとかを教えていただけますでしょうか？その当時の、上司が、当時。その人は東京勤務だったんですけど、その上司に、伝えるっていうことと、その伝えるときに、その方が癌サバイバーであるっていうことは知ってたんですよね。そうなんですね。僕のたまたまその上司が、癌サバイバーであるっていうことを知ってて、で、癌になったときに、うちの会社でどういう仕組みがあって、で、どういうことができるとか、そういうことを当時のその時の上司にたまたま、上司が癌サバイバーだったんで、詳しくいろいろ教えてもらって、その準備をしてっていう感じで伝えました。いろいろ伝えた、相談したっていう感じです。そうなんですね。なんか、その際に職場の方々からこうされて嬉しかったよとか、こうして欲しかったよかったよみたいなものあったりとかしますか？淡々と逆に変に気を使うとかなく、とりあえず体動いて、普段と昔と変わらずにとりあえずいるから、そっとしてるっていうか、特にフレーズに。お互いお酒飲みに行くっていうか、行った時に軽く喋るのはあったかもしれないけど、それをすごく逆に、すごく重く受け止めすぎてっていうのではなくて、普通にさらっと普通通りっていうのがありがたかったかな。逆に変に気を使わずに。いてくれたのが良かったってことですね。仕事には通院して、何でしょう。やっぱ放射線受けて、ちょっと体調悪くなるだったりとか、抗がん剤やって体調悪くなるとかっていうか、仕事との兼ね合いとか、そこら辺は大丈夫だったんでしょうか？それは大丈夫。放射線に関しての、副作用っていうのは僕の場合は特に出なかったんですよね。だから頭バーってパンダみたいに脱毛、白黒がしたりとか、そういうアピアランスのところはすごい問題あったんですけど、そこはもう全部逆に丸刈りにしてしまって、したら、女性はそうはいかんと思うんですけど、
そういうのはあったぐらいですかね。まあ、あと、抗がん剤飲むときは、やっぱりその飲む時間とかその辺を考えて、はいはいはい。その勤務時間とかに影響するような時間帯に飲まないようにうんっていうようなうん心がけはしましたよ。うん。そうやって調整して、仕うん。事は、だから続けて、だから本当に最初の政権の時ぐらいですか？ちょっと休んだのは。そうですね。生検の時だけですね。1週間、救急車で運ばれて、生検受けて、生検終わって、傷がある程度落ち着いて退院するまでの間だけで、なんとか運よくそれで済んだっていう。あとはもう外来通院っていう感じです。形です。そして次ですね、次こちら。お金や保険のこと、治療費だったりだとか、民間の保険入ってたかだったりとか、やっぱ治療に際してお金っていうのもね、きっと切り離せないものかと思いますけれども、そこのところはどうでしたでしょうか？ですね、たまたまというか、うちの父親も実は、癌で亡くなってるんですけど、ええ。その時に、父親はずっと癌保険入ってたんですよね。はい。20年前ぐらい亡くなってるんですけど、当時って言ったらあんまりなかったかもわからないですけど、で、癌保険は、父親の母が、乳がんになった時に、当時、すごいお金に苦労した、治療費とかで苦労したっていうのもあっうーて、癌保険ん。に入ってて、で、僕もたまたま、癌保険に入ってて、で、罹患するちょっと前に、生きるための癌保険という、外来とかで使える癌保険に追加してたまたま入ってたんですよ。それで、ええ。治療費、本当目ん玉飛び出すぐらいの抗がん剤って本当目ん玉飛び出しますよ、皆さん。あの、びっくりしますよね。だから高額療養費とかあっても、なかなか結構、クレジットカードで払うとポイントが貯まるっていうバカな話もあるんですけど、本当にね、そういった意味で、確率論ではあるんだけど、たまたま入ってたんで、診断給付金ももらった時に、軽自動車でないとね、妻が運転できないっていうことで、その時のちょっとお金にちょっと当てさせてもらったりとか、すあごくあ。逆に入ってて、たまたまだけど、助かったっていう感じです。ああ、そうなんですね。だからそういったものを、車、あの、治療費に関しては、じゃあ、高額療養制度を使ったりだとかして、民間の保険などに賄っていって、で、プラスちょっと、民間の保うん。険で多く出たって言い方変ですけど、診断給付金などで出た部分に関しては、車が運転できないということなので、奥様の軽自動車とかでそうですね。免許を取るお金とかね。そういうの。そっか。もう結構、だからいろいろ、たまたま僕仕事が続けれてたから、生活もそんなそっか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 。困らなかったっていうのはあるんですけど、普通はね、そこも結構、1年休職とかあるじゃないですか。だから、そういうのもあるから、っていうのもあると思うんですけどね。そういうこともあるんですね。だからそれで賄ってトントンぐらいですか？最終的には。トントンですよね。だから抗がん剤も毎月やっぱり高額療費使っても月4、5万とか自己負担するじゃないですか。うーん。うん。それは限度額とかそういうのもあるけども、うん。いきますよね。結構きますよね。だからそれは潤沢な余裕があって、預貯金がすごくある人はあんまり関係ないと思うんです。それなりのすごい収入があって、預貯金しっかりある人は、がん保険入らなくてもよかったのかもしれないですけど、僕の場合は助かりました。ありがとうございます。いろんな様々な、ところで、ただ僕もちょっと、そっか、車のところはちょっと初めてちょっとお伺いしたので、そういったこともあるんだなっていうのを勉強になりました。ありがとうございます。はい。次がこちら、辛かったことっていったところになります。辛かったこと、これに関しては、肉体的には精神的に、癌の治療をね、されていった中で、一番これ大変やったな、辛かったなってタイミングは、武田さんの場合は眼告示だったり主治医と治療方針を決めていかれた、その時が一番大変だったんですかね？どうなんでしょう？そうですね。がん告知を受けて、膠芽腫っていう病気を、いろいろと調べて、ろくなこと書いてない。
そこですごくそこで落ち込んだっていうか、やっぱりこのタイミングで旅立つのかっていうのがすごく、落ち込んだかなっていう感じですかね。そっか、そのタイミングで、まあね、このね、今後どうなっていくのかっていったところで、そっか、やっぱ不安ですよね。その時なんかさっき、ちらっと残すものを書かれたみたいなことで、エンディングノートみたいなこと書かれたんですか？エンディングノートっていうような、感じではないですけど、銀行の口座であったりとか、いろいろ、こういう手続きをすればこういう保険がもらえるとか、そういうのを分かるように、自分が例えば治療を進めていく中で、なんていうんですかね、やっぱり脳の障害が逆に出ちゃって、それが伝えれなくなるリスクも脳腫瘍の場合はあるので、そういうのも踏まえて、できるだけ早い段階で一旦整理して伝えとくたいっていう。これはこうしてほしいとか。そういうのをね、整理されていったりとか、あと精神的に不安だった時は、どういうふうに武田さん的には、乗り越えるんでしょう？美味しいもの食べに行ったりとか、あと、ちょっとした小旅行をしてみたりとか、して気分をできるだけ変えるようにしたりとか、さっきのお寺さんに行ったりとか、で、神様、仏様お願いしますみたいな感じで、そこに救いを求めるっていうか、変な宗教とかじゃなくて。いや、普通にね、もう、巡ってね、自分の心の安寧を、ちょっとね、そういったところも、そういったところも大事だと思います。ということで、されていった中で工夫したことといったところもちょっとお伺いをしていきたいのですが、皆さんその工夫していくっていうところが、これがやっぱ、先ほどもおっしゃっていただいた美味しいもの食べたりだとかっていったところで気を紛らわせていってっていうことですかね。いかがでしょう？他に工夫したこととかあります？入院中でもいいですし、退院後でも構わないんですけども。そうですね。情報は正しい情報を常に入れるように、して、あんまり逆に落ち込むような情報ばっかり入ってくることがあるんですけど、でも、ある意味、脳腫瘍の場合とかだったら、予後がいろいろと脳のいろんなところに影響出てきて、こういうことができなくなる可能性があるとか、そういうことを逆に知って、それに向かっても対応する、備えるっていうことを意識してやってきた。そうなってほしくないけど、そうなった時のために、その時後悔しないようにだけは心がけてた気がしますね。あと、脳腫瘍の今情報で言うと、やっぱ情報ね、そこまでめちゃくちゃ脳腫瘍も、いろんなね、種類ありますし、なんでしょう。やっぱ情報って患者会の情報とかもやっぱ大事だったりとかしますかね？どうでしょう？そうですね。患者会の情報も、いろいろと、同じ病気であっても、予後が全然違ったりとかするし、で、いろんな情報を知る。で、また、自分の経験談として、こういうこともあるよっていうのを伝えてあげることで、その人の判断の一つの材料になるばいいなと思って。ね、そうですよね。様々な情報、しっかりした情報だったりとかね、医療情報はね、もちろん、医療者の皆様にだと思いますけどね、やっぱ、同じような人がいるかな、どうかなっていうところに関してはね、患者会のところで知るっていうのもね、全然ありかなと思います。患者会もね、遺族とかの方もいらっしゃるんで、そこでもう学びっていうか、知る情報で、いろいろと備えることもできると思うんでね。はい。ありがとうございます。そして次こちら、癌になる前と後で、武田さんが変わったなと思うこと、精神的にでもいいし、肉体的にも、構わないんですけれども、癌になったことで変わったことってありますでしょうか？そうですね。すごい何気ない景色でもすごい綺麗だなとかいうのは思うようになりましたね。だから紅葉を見たら、
単純に紅葉を見るんじゃなくて、何気ないところの紅葉がすごい綺麗だなとか、その一輪に咲いてる花がすごい立派に咲いてるなとか、なんかこう、日々の変化をなんか特に罹患当初はすごく感じましたね。だからこう、自然の力っていうか、こういう景色とかそういったものにすごい、綺麗だなって、今までそこまで気にしなかったというか、気がつかなかったけど、っていうのと、あといろんなことに感謝するようになったっていうことですかね。いや、本当に日常の些細なこととかね、些細な景色、いつも見てる景色がやっぱ癌になると、なんか全然やっぱ違って見えたりとかしますもんね。で、癌になったことによって、良かったとは全然思わないけど、なったことによって、知らない経験ができたり、仲間ができたりとか、そういったものがすごくありますね。いや、ね、ありがとうございます。で、はい。次こちら。今後の夢や目標。今後ね、今の活動ね、患者会の活動だったりとか、そういったところもあるかと思いますけれども、今後の、武田さんはどういうふうに、されていかれますでしょうかと思いまして、入れさせていただきましたが、いかがでしょう？そうですね。まず自分の同じ癌種の方たちの、なんか支えになるようなことを、やっぱりしたいなっていうのと、それが今生存しているものの役目かなと。で、今の患者会活動っていうのは、ある意味未来の患者さんのためにあってはならないけど、その未来の患者さんのためにもなるっていうことがじゃないかなと思って、そういうのを深掘りしていきたいなっていうのと、可能であれば、そういう治療のところとか、患者の声とかを政策提言につなげていくような活動が、なんです、いろんな癌種の人とつながってやっていきたいなって、やれたらなって、それが、やっぱり今の役目かなって、今普通に生活できてることっていうふうに思ってみた。ちょっと、できるかできないかは全然違うんですけど。いや、すごい。いや、ぜひにぜひに。はい。ねと思います。ありがとうございます。はい。ここからですね、少しインフォメーションを挟ませてください。皆さん、はい、がん研究者のリアルな生活というですね、本が、がんノートでですね、今まで様々な方のお伺いをしてきた、工夫やノウハウ、そういったものが、ぎゅっと詰まった、そういった一冊がありますので、もしよかったら Amazon やお近くの書店さんで見ていただければと思いますし、聞くといったところでオーディブルなどもあったりとかしますので、もしよかったら聞いてみてもらえたら嬉しいと思います。また、ここまで来てくださ見てくださっている方、チャンネル登録してくださっている方多いかもしれないけれども、知れないんですけれども、もしまだの方いらっしゃったら、ぜひチャンネル登録していただいたりとか、高評価のコメントで応援してもらえると嬉しいなと思いますので、ぜひお願いいたします。また、がんノートに出てみたいよっていう方はですね、出演応募フォームといったところはホームページからございますので、ぜひこちらからもご応募いただければ嬉しいなと思います。今回ね、武田さんもこちらから入れていただいてっていう形でしたけど、武田さんは出てみようみたいなきっかけとかってあったんですか？そうですね。やっぱり脳腫瘍ってなかなかメジャーな癌種じゃなかったりすると、こういうことに出演される人も少ないかと思うんで、ぜひ希少癌だし、ちょっと出てみて、同じ脳腫瘍の患者さんの励みになったりしたらいいかなと思って。はい。ありがとうございます。きっとね、皆さんに本当届いていると思います。ありがとうございます。はい。ここからですね、最後、武田さんにメッセージを、皆さんに向けていただければということを思っております。皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございます。私がですね、この癌になって学んだこと、それはですね、備えよ常にって書いてますけど、見えますかね？ボーイスカウトのマークのところにちょっと文字見えないかもしれないですけど、備えよ常にって書いてまして、物事、ことに当たるってですね、やっぱり備えるということが必要だと。癌になっていろんなことが起きてきます。で、それに対して準備をするって、準備をして、しっかり準備をしてことに当たるっていうことが、やっぱり
治療ね、期間で必要なことじゃないかなと思いました。で、私の、生まれ育った神戸ですね、今年震災で30年を迎えまして、で、防災っていうところの大切さっていうのを身をもって経験をしています。がん防災っていう、考え方もあるように、やっぱり、準備をし、がんに向かって、立ち向かっていきたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。備えを常に。これ、ボーイスカウトの言葉なんですね。そうですね。ベーデン・パウエルっていう、ロバート・ベーデン・パウエルさんっていう人が立ち上げたときに、Be Prepared っていうところで、備えを常にっていう。いやー、なんかやっぱ準備しておくってこと大事ですね。ほんとね。柳田さんも、がんに関して、もうね、なられてって言ったところはもちろん、あるかもしれないですけど、まだなられてない方になんか備えるって言ったらどういったところを備えてほしいとかありますか？そうですね。検診、すべてのがんを見つけれるわけではないんですけど、検診を受けることでリスクを下げるっていうこと。で、やっぱり、がんになった時に動揺することがないように、いろんな基本的な情報を普段から、身につけておくとか知っておくことも必要じゃないかなと。学校教育とかもね、最近出てきていますけど、やっぱりそういったが必要かなと。で、例えば癌になって突然びっくりしてしまって退職してしまうっていう、もうちょっと落ち着いて考えれば選択肢があったかもしれないのに、そこで急に知って動揺するとか、そういったことが、ない社会になったらいいなと思います。はいね。がん検診、本当にまだ行かれてない方はぜひね、ご検討いただければ嬉しいなと思います。はい。といった形でね、今日終わっていくんですけど、どうでした武田さん。今日、ご出演されてみていかがでしたでしょうか？そうですね。自分自身のその癌になった時から、今の生活になるまでのその振り返りがすごくどんなアップダウンがあったのかとか、すごくそういう意味ですごい振り返りっていうのはすごくできる時間だったんで、癌を経験した皆さんとか、ぜひこういった機会でやれるといいんじゃないかなと。そしたら次の目標も出てくると思うんで、と思いました。はい。ありがとうございます。はいね。ぜひご出演していただいた方にはね、我々が、作っておりますので、はいね。皆さんもしよければまた、ご出演いただければ嬉しいなと思います。はい。それではですね、これにて、がんノートを終了していきたいと思います。また皆さん、次の動画でお会いできたらと思います。それでは皆さん、バイバーイ。